その会社人を見る目がないですよね。プレイヤーとしては優秀だったけど、管理職としては全くもって優秀じゃない。できると勘違いしてる無能な人が悪いとは思うんですよ。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、そして育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日もよろしくお願いします。お願いします。今日、モン社長にご相談したいのがですね、最近僕のチーム内で自分ができると思い込んでるメンバーが何人かいるんですけど、実際には成果が出てなくて正直困ってるんですよ。こういう場合どういうふうに対処すればいいのかなっていうのをちょっとなるほど。モン社長の見解を聞きたくてですね。なんですかね、その結論よくわかんなくて、別に仕事ができると思っているって無能かどうかどうでもいいじゃないですか、まず。目的としてもやっぱ成果を出したいだけですよね。だからなんか、別に勘違いしてるかどうかとか、無能かどうかとか、だって無能かどうかってあんまり判断しにくいし、なんかそれ揶揄してるだけだから、どうでもいいですよね。どうでもいい。成果が出てないことが問題なだけだから、別に勘違いしててもどうでもいいじゃないですか。鋭い。確かに。まあ、と言いながらもそれじゃ終わっちゃうんで。そういう人について話せって言われたら話せますけど、本当ですか？自分ができると勘違いしてる無能な人、だから自分ができると思ってるけど、結果が出てない人をどうしますかって話をすると、まずはなんでそういうことが起こっちゃってるのかっていう話なんですよね。だって仕事で結果って出ますよね。実績、それ見てないのみたいな話ですよね。僕が。見えてない部分も正直ありましたね。だから見せたら終わりですよね。別に仕事があんたできると思ってる人って言う必要ない。あなたの結果はって全社員から見ると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 15番目だね。25分の15とか20分の15以上、こういう実結果別に見てたら普通はね、自分ができると思ってるの恥ずかしくなりますよ。確かに。それで終わりですよ。例えばじゃあちょっと定量的に結果を表せない仕事とかで、当然できると思い込んでる場合もあります。これはでも評価の仕組みの問題で、会社の仕組みの問題だから、なるべくそう数値化して可視化するっていうことが大事ですよ。うちは別になんかあんま勘違いしてる人見たことないですけど、ほぼほぼいないと思うんで、なんでそういうことを思うことがないですね。どういう人が勘違いするのかなと思ったら、やっぱり若い人、なんかイメージで言うとちょっと調子乗っちゃいやすいとか、あと周りからザ・いい人みたいに言われる人、これはなんかできるアピールしないんだけど、なんか意外と中掘ってみるとなんか自分できると思ってる。あとは容量悪い人だね。容量悪くて忙しい人はやってる感がうまいから、そのやってる感に酔いしれて俺はできると思ってる人がいる。それですね、僕のメンバーは。生産性の数字を可視化して見せてあげたらいいんじゃないと思うけど。確かに。同じく業務やってる人と比べてあげたらいいと思うんですよ。比べなくてもいいけど数字ポンと出してあげる。その人が A さんだとして、なんか例えばこれぐらいの仕事量を1日でやっていて、これぐらいの結果を1週間で出してますよと。B さんはこれぐらいの量の仕事を1日でやっていて、1週間でこれぐらいの結果出してますよと全部並べたときに、大したことないです、大体そういう人。その事実だけ別に可視化してあげればいいだけじゃないですか。確かに。ちなみにあと、そういう人が僕の社内に何人かいるんですけど、管理職ポジションの人もそういう傾向な人はいるんですよ。でもそれってあれじゃないですかね。2パターンあると思うんですよね。最初からそういう人が管理職になってるんだとしたら、その会社人を見る目がないですよね。2つ目は管理職になってからそうなっちゃうパターンもありますよ。プレイヤーとしてはすごく結果を出していて、そこに自信があって管理職になりました。プレイヤーと管理職の仕事は基本的には変わっていくので、プレイヤーとしては優秀だったけど管理職としては全くもって優秀じゃないみたいなこともあり得る。なるほど。でもその人からするとプレイヤーとしては優秀だったから、なんでお前はこれができないんだやっぱ言っちゃうパターン。それが僕からすると、なんかできるって勘違いしてるけど、あなたは別にマネージャーとして育成の仕方とかマジダメじゃないですか、って思われると、こういうこと思われるわけですよね。それは適性の問題か、
大体でも実際プレイヤーから管理職になった人ってそんなにスムーズにポーンと切り替えてうまくいく人って多分あんますぐいないから、しょうがないかなと思うんですよね。だからまあちょっと話戻すと、仮にメンバーだからとか管理職だからとかって自分がマネージャーでメンバーがそうだったらどうしようとか、自分がメンバーで上司がそうだったらどうしよう、両方当てはまると思うんですけど、なんか僕は別にそのできると勘違いしてる無能な人が悪いとは思わないんですよ。あ、そうですか。冒頭にも言ったように成果出したいだけじゃないですか。はい。僕だったらメンバーだろうが上司だろうが、自分ができると勘違いしてるやつを調子乗らせてうまく動かしますよ。おー、なるほど。それか人によってはもう両極端ですね。調子乗らせてその勘違いをうまく使って本当に成果出させてやるか、もしくは調子乗らせてるからいけないと思うところもあるんで、鼻っ端をへし折るかで、へし折った後にちゃんとへし折って成果出したいわけだから、本当にできるっていうのはこういうことだから頑張れ応援してやるからと、って言ってちゃんと成果出さすか。なんかマインドはそうかもしれないですけど、自分ができると勘違いしてる無能な人をどうしましょうかって、どうでもいい質問って言ったらそういうこと。なるほど。結果出したいだけですよねと。だからそれをどう使うかとか考えた方がいいから、そんなことはどうでもいいわけですよ。そう。自己満でしかないじゃないですか。あいつムカつくみたいな。どうでもいいですよね。その調子乗らせてうまく動かすって具体的にモン社長だったらどういうふうにアプローチしていくんですか？例えば若い子で、調子いいやつって結構言うじゃないですか。そういう人に、お前調子乗ってんじゃねえよお前若いからっつって、ダメだよって怒ったところで、言うこと聞かないか、聞いてるふりしてるか、になっちゃうわけですよね。先生からも親からも散々言われてきて、大人はもうそういうことしか言わねえと。だからまずは、調子に乗ってたら、お、いいじゃんいいじゃんっつって、お前どうしたいのどうなりたいのつって、みたいな、なんか、いや俺はこれぐらいできますよ。お、マジでちょっとやってみてよみたいな。できるんでしょつって。お前できるやつだよなと。僕はできるやつです。今うちの会社でね、一番成績いいやつがこのぐらいの成績出しててね、つって。ちょっと頑張ったらこれぐらいの数字届くだろうつって。できるみたいな。しら、いやできますよ僕だって頑張ればみたいな。そうだよな、できるもんなつって。よし、頑張れ。みたいな。調子乗らした方が結果出るんだったら調子乗らせますよ。それが本人にとっても会社にとってもプラスだから。でも調子乗ってるだけで全然成果出ないんだったら意味ないんで、さっき言った鼻っ柱をへし折るとか、もしくはなんか違う方法で成果を出せるように頑張りますけどね、みたいな。仮にだから上司が調子乗ってるやつで無能だと思ったら、仕事できると思ってて無能だったら、じゃああなたそう思うんだったらねと。無能なことをあなたが利用すればいいじゃないかと。無能なんですよね、だってあれは上司はね、つって。できると思ってるんですよね、つって。じゃああなたの方が頭いいわけですよね、と。無能なんです、相手は。だからあなたのその有能な頭脳を使って上司をうまく動かせばいいじゃないですか。以上。それこそ上司がね、例えばじゃあ論破してくるとかね、あれこれダメ出しをしてくるとかって言ったら、無能なんですよね。あなた有能なんですよね。どうしたらダメ出しされないかとか、どうしたら論破されないかとかをうまくやればいいじゃないですかと。むしろ味方につけちゃえばいいじゃないですか。なるほど。めちゃめちゃいいですね。そう。極端な話、上司が無能で、私の上司は自分がすげえ優秀だと思い込んでて、でも全然結果出ない無能なんですって言ってるってことは、その無能な上司すら逆に言うと動かせないんだったら、あなたそれ無能って言ってますよ、自分でと。確かに。優秀だとか頭がいいとかって言われてる人だって結局結果があって言われてるだけだから。ちょっと浅はかでした、僕自身。仕事ができると思い込んでるっていうだけでちょっとレッテル貼っちゃってるみたいな部分もありましたね。先ほどモン社長がおっしゃってた調子乗らせてうまく動かす人と、調子乗らせてるからいけないんだってことをおっしゃったと思うんですけど、そこのなんかこう調子乗ってるっていう社員を見る上で判断する上で、そこのなんか違いってあるんですか？だからシンプルに、例えばじゃあ営業だとしましょう。調子乗ってちょっとヒヤヒヤするけど、でもやっぱちゃんと成果を上げてくる、受注を取る、みたいなことが繰り返されていれば、別に OK じゃないですか。調子乗らせた方がそうやって取るんだったら。でも反対に調子乗らせても全然受注数字上がらなくて、なんなら言葉遣いが例えばちょっと乱雑で、とかだらしないとこがあって、逆にお客様からクレームばっかりしてこんなのは逆に調子乗らしてもそれが増大するだけなんで、こういう後者の人は調子乗らせても意味がないんで、鼻っ柱へし折って
なんかそれって調子の乗り方とか、なんかあるんですかね、違いっていうのは。いや、調子の乗り方に違いはないと思いますけど、多席の人多いですかね。多席の人。俺はできるんだけど、周りが足引っ張るからできないんだとか。なるほど。俺はできるけど、上司が理解できないとか。そういう傾向の人。なるほどですね。ありがとうございます。もう一度ちょっと今日話して、僕自身の視点がね、まずちょっと間違ってたなって思ったんで、一旦僕も調子に乗らせてうまく動かす。成果をうまく出させるっていうマネジメントをぜひ実践してみたいと思います。はい。ありがとうございます。自分ができると勘違いしている無能な人が多いです。困ってます。困ってることは成果が出ないことですよね。成果を出すために、じゃあその勘違いとか無能だと思うところをうまく活用して、成果を上げればいいだけじゃないかなと思いますと。ありがとうございます。皆さんからいただくいいねやコメントは見ていますし、大変励みになっています。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひいいねやコメントをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。